はいはい、皆さん、こんにちは。2回目の BTO チェック動画ということで、今日は、先日いいよってちょっとね、さらっと言ったつくもさん見ていきたいと思います。先日の、パソコン工房さん同様、つくもさんも年始セール開催しております。19日までやってるみたいなので、安いのかどうかチェックしていきたいと思います。つくもさんのイメージというと、ドスパラさんやパソコン工房さんに比べて、無駄のないパーツ構成で組み上げてくれるっていう結構信頼度が高いBTO ショップなんじゃないかなと思っています。なんかね、自作のプロが作ってるそんなイメージを自分は持っていますが、どうでしょうか。で、今回この初売りセールっていうのがあったから安いのかなと思ってちょっと何個かね、見積もり自作と比較してみたんですけども、結論から言うと、パソコン工房さん、ドスパラさんに比べて、つくもさんは BTO ショップではないということです。もはや、つくもさんは自作 PC の代理組み立てサービスみたいなイメージでした。パーツに少しこだわりたいけど自分で組むのはめんどくさい。そんな人に最適なメーカー、それがつくもさんだと思います。それでは早速見ていきましょう。初売りセール、ここから入ってみて、お得なモデルがあるか見ていきたいんだけども、今回もう全部ね、チェックするわけにはいきません。時間がね、かかっちゃいますので、何個かだけね、ピックしていきたいと思います。安い順からいきますよ。まずはね、こいつ、154,800円税込みになっているやつだね。ライゼン 5700X、また出たよ。と、RTX4060 の期間限定特価って書いてますね。これを見ていきたいと思います。この値段果たしてどのくらい安いのかな。5700X ね、お得だと言われてるね、ゲーミング PC には必ず載ってるのかな。パソコン工房さんこの間見積もりね、見てみたんだけども、この 5700X の組み合わせでかなりね、お正月モデル押されてましたね。まあ、さら感ちょっとあるけどね、まあいい CPU だからね。で、早速なんかイチャモンつけるようで非常に申し訳ないんですけど、つくもさんすごく好きなんだけど、サイトすっごい見にくいです。ここのさ、モデルからさ、飛ぼうとするじゃん。5700X×4060 からさ。飛んだらさ、一番初め出てくるのが、なんでか 5600X になってんだよ。どういうこと？で、下のとこにさ、期間限定セールって 5700X ってなってるんだけど、ちょっと意味わかんないですよね。自分なりにちょっと解釈してみたんですけど、もともとこの構成やねんけど、期間限定で、CPU が1個グレードアップしてるって感じかな。普通他の BTO ショップってさ、同じ構成で期間限定でなんか2万円ぐらい安いよみたいな出し方してんねんけど、これはもしかして同じ金額でこうアップグレードしてるっていう感じなのかな。構成変わっちゃうと、同じ型番で来られるとめちゃくちゃややこしくないですか？これちょっと嫌いですね。で、型番もさ、ほら、同じこの型番なのにさ、構成が全然違うの。パソコン工房とかドスパラとかってこういう売り出し方してないと思うねんけどね。デフォルトのパーツが違うのにさ、この型番が一緒ってなるとめちゃくちゃ分かりにくいよね。すごくせっかくいいね、くもさんなのに、もうちょっとこのサイトを改良してほしいな、分かりやすくしてほしいなと思いました。とにかく期間限定セールの今回この2つの構成ね、これを見ていきたいと思います。19日までだって。まずカスタマイズのところを見てみて、上から構成を見ていくついでにおすすめのオプションも見ていきたいと思います。いつも通りだね。OS とか Office はまあ飛ばして、まず CPU クーラーが出てきました。で、CPU クーラーなんですけども、SE224XTS と Hyper212 Evo V2 から選べます。なんのこっちゃっていう感じなんで、ちょっと画像を出しますけども、プラス5500円でアップグレードできるクーラーはこいつです。個人的に使ったことがありませんので、何とも言えません。なんかちょっと薄いような AK400 的な感じがしますよね。そしてもう一つ上のちょっと高くなるんだけど、プラス8800円の方はハイパー212っていう自作経験が長い人には結構有名なクーラーマスターさんのやつですよね。型番叩くとね、多分こいつだよね。ハイパー212エボ。これは最近あんまり聞かないんだけど、最近さ、ディープクールの AK なんたらシリーズがさ、すごく出てきて、ちょっと落ち目になってるんじゃないかなっていう感じなんだけども、ディープクールが超人気になる以前、このクーラーめちゃくちゃ人気ありましたよね。結構これなんか標準で AK400 のような形なんですけども、こいつ入れとけみたいな感じでした。で、さっきの安い版のこいつと比べてなんかあんま変わんないよね。金額結構違うんだけど、どんぐらい違うんだろうね。でもつくもさんなんでちゃんと測定してこっちの方がいいっていう感じなのかな。そうじゃないと3000円価格も
つけないよね。とりあえずこの2つがオプションで選べるんだけども、ここから分かるのは初めにじゃあ 5700X リテールクーラーがついてない CPU なんですけども、このオプションを選ばなければデフォで入ってるやつはこれ以下ってことだよね。調べたらレーススパイア入ってるみたいなんで AMD さんのリテールクーラーがついてました。リテールが嫌っていう人はアップグレードしてもいいと思うんだけど、正直 5700X 自体が TDP 制限がね 65W のやつなんで、正直どっちつけてもあんまりパフォーマンスのピークは変わんないと思いますので、別にこだわりない人はオプションのクーラーは選ばなくていいと思いました。CPU 効率もこれはいつも通りですね。3度とか4度とか下げたいっていう人は選んでもいいですが、ほとんど変わらないと思います。メモリはメジャーチップ採用って書いてますからね。これオプションで選んでもいいんだけど、自作で見積もるときはそこそこ有名どころを入れたいですよね。グラボは RTX4060 の 8GB。そういえばもうすぐRTX4000 番台のスーパーシリーズがね、まだ噂の段階だったかな。今月か出るとか言ってたんで、ちょっとそこもね、待ってみてもいいかもしれないですね。そして SSD はソリダイムさんの P41 プラスが入っていました。これはもともとインテルの SSD 部門が、どこだって SK ハイニックスかなに売却されたものなので、ブランド的にはすごく安心できるんで、いっちゃっていいんじゃないかなと思います。ちゃんと製品名を書いてくれているつくもさん、ありがとうございます。しかしながら、こいつは QLC 採用のリーダムレス低価格の PCI Express 4.0 モデルなので、PCI Express 4.0 といえど正直いいものではないので、これだったら PCI Express 3.0 の DRAM ありの方が自分には合ってるかな、安心できるかなと思ってます。これも人それぞれですが、ピークのパフォーマンスよりもどっちかっていうと、ちゃんと DRAM 乗ってるやつの方が安心できるなっていう感じです。そして増設 SSD ですが、つくもさんはメーカーから選べるみたいですね。かなりね、容量が多いやつはサムスンのこれ 2.5 インチのやつだけど、これ QLC だからね、多分この型番は。あんまり嫌だよね。速度はすごく遅く低下したりとかするんですけども、どっちかというとデータ保存だよね。でもデータ保存だったら、正直こだわらなければぶっちゃけハードディスクの方がいいんじゃないかなと思ったりもしますね。ハードディスクは C ゲートとウェスタンデジタル、これも選べるようにね、してくれてますね。一般的にはC ゲートは結構嫌われたり、避けられる傾向にあったりします。僕はあんまり気にしないですけどね。ウェスタンデジタルの方が人気あります。すごいですね。ハードディスクとか SSD とかもちゃんとね、メーカー書いてくれてるんでいいですよね。ちょっとびっくりしたのが、パソコン工房さんとかドスパラと違ってですね、光学ドライブがデフォルトでついてます。これも、欲しい人はいいですよね。最近欲しい人いるのかな。これも見積もりにね、入れたいと思います。ちゃんと ASUS 製って書いてますよね。そして電源ユニット表記80プラスゴールド認証。なんとこれも CWT 製まで書いてくれてます。これすごくないですか？ CWT 製。電源好きな人から言うと、高くで C ソニックいけなかったら CWT 製が次ぐらいでいいよみたいなのを聞いたことはあります。いろんなね、OEM としてね、使われてたりします。型番で調べたつくもって出てきたから、独自ブランドで CWT で作ってんのかな、ちょっとわかんないけど、ちゃんと書いてくれてんですごく良心的ですよねっていう感じです。そして最終的に金額にこの送料が先日のパソコン工房さんと同じで2200円取られる形になって、合計が15万7000円になっていますということです。さて見積もるとどんな感じかな。このパーツに相当するものをパッと入れてみて値段出してみました。こんな感じになりました。こちらがパーツ、製品の名前、そして価格を引っ張ってきたサイトという順番に表示しています。キーボードマウスもつくもさんついてませんでしたので、いる人は買ってください。あと Wi-Fi とかもねついてませんので、コツとかも必要になります。つくもさんマザーボードも型番出してくれてました。入ってたのはアスロック製品。こいつ結構人気があるのは、スティールレジェンドとかあると思うんですが、それのちょっと下に位置するのかな。マイクロ ATX なので金額も結構抑えられてますので、ただね、ちゃんとヒートシンクあたりもちゃんとしてくれてますし、そんなに高いものではないですけども、同じものが欲しい人は市販されてますので、ここから買いましょう。DDR4 メモリ対応のマザーです。同じものを見積もりに入れました。クーラーはリテールクーラーなんですけど、買うときには、ディープクールの一番安い AK400 ですね。こいつで安心なんじゃないかなと思いました。とりあえずその他もいろいろ安く組み上げるために同じものを入れてみました。SSD もね、ちゃんと型番表示されてますので、同じソリダイムさんのやつ入れてますよ。電源は黒都市高の多分ヘック製だと思いますが、それを見積もってます。ケースなんだけど、似たような感じのモデルはこれだった。すげえ安いよね。サイズ3から出てるこれなので、これ見積もりに
金額入れてます。やっぱりね、ちょっとパソコン工房さんとスパラさんに比べて、あんまりかっこよくないんだよね。見た目が。どう思いますか？まあマルチドライバー入ってて便利だったりするんですけど、もうちょっと、ここも2個目の不満点なんだけど、いい構成になってんですけども、ケースもうちょっとね、つくもさん、かっこいいやつにしませんか？ケースって結構なんか意外とね、売り上げに変わってきそうな感じするので、ここちょっとかっこいいケース入れでなんかバーンと出した方がいいと思うんですよね。なんかサイトの作りもちょっとね、なんかもっとかっこいい感じにして、ケースもかっこよくした方がいいんじゃないかなと思います。こだわらない人もいると思うんですけど、やっぱケースね、結構なんかかっこいいのあるとアピールポイントになる。ちょっと僕の趣味からするとダサすぎるような感じがしますので、もうちょっとね、なんとかなって感じだね。ドスパラさんのやつとか、横をね、透明になってね、中見えたりとかね、ちょっとこだわったりとかしてますからそこどうなんだろう。とりあえずスーパーマルチドライブも見積もりちゃんと、入れて、こんな感じになってます。価格差がだいたい22,000円ぐらいでした。工賃22,000円だったら普通だよね。で、初売りモデルで差額がだいたいさ、パソコン工房さんの初売りのやつと同じぐらいだったから変わらんかったって感じです。各パーツ、例えば、メモリメジャーチップとか書いてたりとか、SSD も表記してくれたりとか、電源とか、ちょっとコストかかってるような製品にパソコン工房さんとかと比べてなってるのかなと思いますので、安心できるのでいいですよね。その安心できるブランドで、工賃ね、ちょっと払って、っていう形になれば悪くないんじゃないかなと思いました。パーツ構成ね、せっかくなんで、金額余裕があるから、もうちょっといいパーツにしようと思っても、パソコン工房さんにとっては結構改良できたっていう、元入ってるものがね、そんな悪いものじゃないから、もうメモリぐらいしかなかったですね。メモリちょっと良さげのやつにしてます。良さげって言っても CL16 になっただけなんだけどね。って感じで、差額2万円ぐらいということで、これが一発目の見積もりちょっと見てみたんですけども、やっぱり親切。とても親切です。SSD から電源からなんかこだわりが感じれるし、ちゃんとマザーもね、型番表示してくれたりしてますよね。実際この初心者の人がこれを見て参考にすることができるって言ってもいいんじゃないでしょうか。とりあえず型番もあるから、そしてそこそこね、信頼性のあるものを入れてくれてるので、この構成をパクってね、自作をやったらいいのできるんじゃないかなと思いました。つくもさん最高。さて、次のモデルに行ってみましょう。次はもうちょっと高くなります。239,800円って書いてますね。こいつ見てみましょう。i7-14700KF。インテルの最新モデルの i7 ですね。以前よりもコア数がもりもり増えたやつですね。RTX4060Ti16GB ということで、16GB の VRAM だね。4060Ti は 8GB モデルもあるんだけども、金額がちょっと変わってきますね。これだって3枚ぐらい変わってるんだけど、VRAM も対応するような AI 処理であったりとか、ゲームであったりとか、ゲームはほぼ 8GB でいいと思うね。AI 処理とかでね、特別使うみたいな感じだったらこっちを入れた方が良くなります。そういうマルチな使い方もね、VRAM 増強されてるのでできたりします。送料入れて242,000円。大人な金額になってますね。まず CPU は性能開放されている最新世代の i7-KF モデルです。14世代は非常に人気がなかったですが、次の世代の時間稼ぎの世代だったので、仕方ないですね。でも i7 だけ特別で、いいコアが増えたことにより、前の世代の i9 と戦える製品に仕上がってきてますので、かなり良かったりします。性能も近づいています。唯一14世代で買っていいのがこの 14,700 だよね。さてクーラーは先ほどと同じやつが今回はデフォルトになってます。i7 の TTP 高いバージョンだからね、ちょっといいの載せてるけども足りるのかなっていう感じもするけどね。で、先ほどの同じオプションのやつが2つあるんだけども、その上にディープクールさんの超人気の AT500 が入ってますね。AT500 の上にノクチュアの製品がありますけども、ノクチュアさんもね、ディープクールさんが出る前は結構人気あったけど、いくつかの製品でノクチュアさん、ディープクール最近押しやられてた感がありますので、この2つね、どうなんだろうね。これだけ金額は違うっていうことは結構自信があると思うんだけども、正直な話、10度の差とか出たりは絶対しないと思いますので、もうこっちでもいいかなっていう感じ、個人的な感じがします。どうだろう。ファンの数が多分ノクチュアさんのやつは2個になってるから、その分高いんだろうね。でもさ、プラス15,400円だったらさ、ぶっちゃけ後で見積もるけど、2連ファンの水入れとか買えるもんね。3連もいけるかもしれないね。そう考えるとちょっとどうなんだろうなっていう感じなので、結構こいつ自体もでかくなってしまいますからね。なんか水でいきたいなっていうような感じがしませんか？
マザーボードもね、型番出てました。これちょっと見てみましょう。で、これ結構ね、見た感じ、良さそうだよね。DDR5 メモリ対応なんだけど、ポチポチも10個、1個、1個、12個ついてるし、結構いいマザーついてます。i7 入ってるので、結構いいマザー入れちゃいましたよっていう感じの、つくもさんの配慮でしょうね。ここも見積もりで考えないといけないね。メモリは初めから 32GB 入っていますので、やっぱりハイエンドっていう感じですよね。DDR5 の4800、上に5600を選ぶことができます。ここの差、そんなに、フレームの差にもそこまで出ないかなっていう感じもしますね。メジャーチップということで、実はこの比較するとき見積もりには、クルーシャルさんのやつをね、とりあえず買っとこうかなと思います。で、SSD、なんですけども、これちょっとね、残念だよね。ちょっと意味わかんないんだけど、なんで FireCuda 520なんだろう。ちょっと古いですよね。FireCuda 520はすごく人気あったんですけども、今はというか結構前に530に置き換わってますからね。価格的にも530の方がお得だと思うから、これは520じゃなくて FireCuda 530を必ず買うようにしましょう。でもオプションでね、530ないからね。自作するときは見積もりは値段がね、変わらないで530にしました。コントローラーもね、進化してますので、530の方がいいかなと思います。SSD がかなりオプション増えてるね。下からウエスタンデジタルの SL770、上がさっき言った FireCuda 530だね。そして SN850X があるね。超いいやつです。で、FireCuda 530も良かったんだけど、世代がちょっとこっちの方が新しくなってきたから、ちょっと追い越された感はある。全然使えるけどね。SL770 はちょっとなんか割高な感じ。多分これ PCI Express 4.0 だけど DRAM キャッシュレスなんで、正直あんまり買うんだったらどうなんだろうな。金額結構差があるんですけども、いいやつはもうこの2つの方が圧倒的にいいです。この2つは正直こだわりなければぶっちゃけ FireCuda 530の方でいいと思います。そして先ほどと同じく見積もってみると、上から i7 入れて、マザーボードもこれ全く同じやつあったからさ、これ入れてみた。17,970円。クーラーも一番安いね、やつ同じやつ入れたりとか、同じ型番であったから、いろいろやっていったんですけども、うわー、ちょっと差が出てませんか、これ。ね、結構差がさっきよりも広がってしまいましたよね。ということで、もうちょっとしっかりとしたパーツを入れて構成し直しました。どこをしっかりしてみたかというと、じゃん、水冷入れてみました。だって i7 の KF モデルだもんということで、一番安いのはクーラーマスターさんのこれ、どこまで冷えるのかな？ i7 の KF モデルでもこれ 240mm 入ってたら安心だよね。水冷は一連ファンの 120mm っていうのはあるんですけども、どこのメーカーにもかかわらず、多分水冷はマジで 240mm の2つファンついてるやつから買った方がいい。一つのファンだけだったら手が入りやすくなるので作業しやすくなるとかね、メモリー交換のとかすごい便利だったりするんですけども、性能的にはぶっちゃけちょっともったいなくなるので 240mm からね買いたいなっていう感じで、これ見積もりに入れてます。やっぱりね KF モデルなんで水冷入ってた方が安心できますよね。うん。そして SSD も、さっきのやつもね、FireCuda 言い忘れたけど入れてます。530にしてますので、金額変わりません。つくもさん相変わらず最初からいい構成なので、大してアップグレードできません。最終金額はこちら。いい構成にしてもこんな感じだった。なんかさっきのものに比べて差額がちょっとある。工賃高くなったからっていう感じなのかな。でも全然工賃からするとね、範囲内ですよね。ちょっとやっぱりね、びっくりしたのがなんで、SSD がね、これ FireCuda 520入ってるんだろう的な感じではありました。うん。だってこの構成なんだけども、ちょっと高いよね。ちょっと高い原因は、グラボの RTX4060Ti の 16GB バージョンということなんで、この VRAM16GB がいらない人は、マジでさっきの 8GB バージョンのものを買った方がいいですね。単にゲームだけしたいよみたいな考え方だったら、基本は 8GB でいいと思います。使い方が結構ね、難しくなる。じゃあ次、最後のモデルいってみましょう。スーパーハイエンドせっかくなんで見てみましょう。さあ、見せてもらいましょう。つくもさんのスーパーハイエンドということで、こいつ。じゃーん。スーパーハイエンドですよ。でもね、クリエイター PC ホワイトエディションということで、ちょっとコンセプト違うんだ。さっきごめんね、ちょっとかっこ悪いって言ったケースなんだけども、ちょっとかっこよくなってます。で、このケースね、調べてみたんだけど、売ってるんだよね、これもね。クーラーマスターさんのケース、多分ね、これだと思うんだけども、こいつが入ってるわ。そんな高くないよね。高くないんだけどさ、結構かっこいいの、これデザインが。ほら、サイドがさ、これになっててめっちゃかっこよくないですか。Mac 感ではないかな。Mac 感ちょっとあるのかな。でもめちゃくちゃかっこよくないですか。
で、1万ちょっとじゃない。で、思ったのが、つくもさんも全商品これでいいんじゃないですかって。さっきのケースとの対比があまりにも違いすぎる。これでいいよね、全部つくもさん。マジで。全部これだったらめっちゃかっこよくないですかね。結構僕は好きなタイプでしたね。まあ白色なんでちょっと人選ぶのかな。白ね、かっこいいなと思うんですけどね。どうなんだろう。さてまず CPU ですが、今現状最強の中の一つ、インテル Core i9-14900KF が入っております。B コアも最強になってるので、しっかりと冷却したいですよね。i9 ということで、通常ほとんどの人が買ってはいけない CPU ですよね。RTX 4080が入っておりますので、これもね、ハイエンドですね。僕は基本各世代 70Ti より上は買わないというルールを決めています。高いよね、合計金額が45万6280円ということで、Mac かよっていうような感じになってます。まあ見た目も Mac だしね。さてオプション、同じようにクールがディープクール製の AK500 ですね。まあ AK500 ってどうなんだろう。今の i9 って AK500 でピークパフォーマンス維持できるの？シネベンチとか。なんかシネベンチのピークパフォーマンスを維持する必要もないんだけど、i9 とか行くんだったら維持できなければもったいないよね。i7 でいいじゃんっていう感じになるじゃん。だからちゃんと冷やしたいよね。ぶっちゃけプラス5500円で水冷だといいと思うんで、水冷だったらね、かなりいいからね。で、G がオリジナルってことは、これつくもさんのオリジナルになるのかな。でもディープクールのね、LS520 のカスタムっていう形になってるから、基本は LS520 っていうことでいいんですよね。ちょっと見てみよう。こいつだね。個人的にディープクールさんって他のメーカーに比べて日本市場ではそんな歴史長くないじゃないですか。昔はなんかね、クーラーマスターさんとかがいっぱいあったんですけど、ディープクールさん最近特に空冷ファンがね、安いっていうことでコスパいいっていうことでかなり人気あったんだけど、水冷ってどうなんだろうね。最近はちゃんと進化してるのかね。ちょっと信頼性とかはわかんないんで、自分はまだ避けたいかなっていう感じはするんですけどね。なんか、どうなんだろう、さっきのクーラーマスターさんのやつでいいかなっていう感じも個人的はします。でもオプションでプラス5500円だったら、なんかせっかく i9 買うんだったらこっち買いたいよね。全体の金額からしてあまりにも安すぎるからね。さてマザーボードなんですけども、クリエイターモデルっていうことで、この PC の一番のポイントはこのマザーボードになります。超ハイエンドが入ってます。入ってるのね、こいつ。すっごい金額もごついじゃないですか。4万5000円っていうことで。じゃじゃーん。これは一般的な人が買うハイエンドの ATX マザーボードという形になります。ASUS プライムシリーズということで、過去ヒートシンク、ポチポチとかね、いろんなものが強化されて信頼性もあるし、ね、結構ハイエンドのものって、マザーってどこがいいのみたいな難しいんですけど、本当に細かいところになんか金かけてたりとかもあるんですよ。このグラボがね刺さるところとかも結構アルミ製とかになってて、しっかりとね支えてくれるような構造になってたりとか、過去ヒートシンクしっかり作ってくれてたりとかね、そういう製造のパーツもしっかりしてくれてたりとかしますね。特に i9 とかになってくるとポチポチが重要になってきてまして、このあたりによって発熱しちゃったりとかね、熱だれで安いものをねマザー使うとパフォーマンスが落ちるなんてこともあるらしいので、めちゃくちゃいいの入れてくれてるって感じです。i9 入れるんだったらねいいかなって思いますよね。メモリも 64GB 入っております。グラボは 408016GB。SSD はこれね、マイクロ3400、同じものがちょっと今手に入りにくいので、見積もりは今のハイエンドの、SK ハイニックスさんの P41 で見積もろうと思います。これもね、さっきと同じ種類のものが紹介されてます。クルーシャル P5 プラス、ここ入ってるけどね。P5 プラスね、クルーシャルの中でもハイエンドだけども、SN850 に比べて結構遅いです。このシーケンシャル以上に結構差が出てたような感じがしますので。ってな感じになっております。マザーボードがね、めちゃくちゃハイエンド入ってるからさ、初めからね、最近のもの多いんだけど、Wi-Fi と Bluetooth も、初めからついてくれてるということで、結構便利だったりしますよね。自作で見積もってみました。上から14900KF 同じもの。マザーボードもね、このめっちゃ高いやつ同じもの入ってます。CPU クーラーも同じもの入れてます。メモリはさすがにちょっとこの金額単位なんで、あまり安い見積もりであっても入れたくなかったんで、一応コルセアのベンジェンス入れております。
さすがにこれ本体代金だったらこのぐらい入れときましょう。メジャーチップって書いてますからね。一応、それも配慮してベンジェンスにしました。あとはグラボはゾタック製がこの金額でした。SSD は、先ほどの SK ハイニックス P41 入れてます。かなりハイエンドでいい性能のやつです。電源も80プラスゴールド認証の CWT 製って書いてたから、850W だね。850W のこれコルセアのやつ入れました。これ調べてみたら CWT 製と同じでした。ちょっと金額高いですけどね。まあ安心できる電源かなと思うので入れてみました。ケースはね、この同じやつかっこいいやつがありましたので入れてみて、見積もってみると、じゃあ結構やっぱり差があると思ったんだけど、そんなにないんですよね、これ。と思って、クリエイターモデルとか、このなんか何十万円するやつって大体なんかイメージではもっとなんか利益取ってるのかなって思ったんですよ。ほら、後々なんかメーカー保証とか対応するときにやっぱコスト割高になる可能性があるので、でも利益他のやつ、前のね、2モデルと比べてそんなに変わんないんじゃないかなっていう感じなんで、めっちゃ良心的ですよね。40万円超えちゃってるけど、やっぱりね、まあ CPU とかも高いんだけど、マザーがとにかくいいやつが入ってるっていうことで、はい。チャレンジしてみたい人は、この間にね、なんか、ゴミマザーみたいなやつに乗せてみてもいいんじゃないでしょうか。今の世代のタイチってどんぐらい？タイチ出てたって？出てるよね、多分。どんぐらいなんだろうね。まあ、タイチちょっと高いんですけど、その下のなんか3種類ぐらいあるよね。アスロックさんの。あのあたりでも、どうなんだろうね。さすがにいけるんじゃないかなっていう感じもするけどね。もうちょっとなんかスパのいい技入れてもいいかなと思いました。金額差があるのでしっかりとしたプランでね考えてみたんですけども、やっぱりクーラーね、水入れがいいということでクーラーマスターさんさっきも入れてみてちょっと高くしてます。グラボもまあせっかくこれ40万円超えてるからさ、これ別にゾタックさんがダメっていうわけじゃないんです。ごめんなさいゾタックさん。でもせっかくこの金額までいくとさすがにゾタックさんよりもなんか ASUS さん行きたいよねって初め思ったんだけど、 ASUS さんのやつがさむちゃくちゃ高くてさ本当は ASUS ぐらいが良かったんだけど、まあしゃあないな、ギガバイトにしようかなっていうことでギガバイトにしてます。いや別にこれ安いやつでもいいですよ。パリットとかも出てたらいいと思うし、クロシコでもいいしいいと思うんだけども、なんかね、ASUS GB MSI とか、なんかマザー作ってるとこの方がいいのかなって勝手に思ってるだけなんですけど思い込んでるだけなんですけども、なんかさすがにスーパーハイエンドになるとなんかこのあたりの有名メーカー入れたいなっていうようなっていう形で、まあそれでも44万円ぐらいでしたね。ちょうどこれで同じぐらい。激安にね、もししたいんだったらマザーボードをね、アスロックさんのスティールレジェンとかでもいいと思うんですけど、そのあたり入れてみたら結構安くすることができます。ダウングレードですけどね。まあぶっちゃけ思ってたよりそんなに利益を取ってないんじゃないのつくもさんということと、あとは初めから入ってるパーツがやっぱり高いのを入れてます。まあマザーとかだけではなくて、まあ電源とかSSD とかも有名どころのもの、ちゃんとしたものを全部に対して入れてくれてるということで、まあ、クーラーもね一つ一つ選び方が今の流行りのものとか入れたりとか、結構有名なね、クーラーハイパー212とかちょっとまあ最近見ないなみたいな感じだったんだけども、それでも信頼性があるものを入れてたりとかして、やっぱり分かってる人が作ってるなっていう感じがしましたね。まあ、その分ちょっとやっぱパーツにこだわりがあったりとかして他のBTO ショップに比べて、まあ、全体的に割高になる可能性もあるんですけども、信頼できるもの、長く安心して使えるものはやっぱりつくもさん素晴らしいというイメージしかない、いいイメージしかない本当に。まあ、これは確実に BTO パソコンとは呼べないですね。組み立て代行サービス。プロの組み立て代行サービスというのでもいいんじゃないでしょうか。やっぱりパソコン工房さん、ドスパラさんに比べてね、各パーツの品質の配慮が高い。各パーツを選ぶときにほとんど製品名を表示してくれているものっていうのがいいですよね。Amazon や価格 .com で探してみても必ずそれがヒットしてどういう製品かが分かりますし、調べてみたら結構いいのが全部入っているということで素晴らしい。ちょっと割高になってもつくもさんに払う価値はかなりあると思います。BTO パソコン他のショップが悪いというわけではないんですが、どうしてもマザーボードとか電源のメーカーであったりとか、そういうほとんどのお客さんが興味がないところっていうのはコストパフォーマンス合戦になるので、どうしても安いものを入れちゃいがちなんですね。でこれは
逆に言うと、いいとこでもあるし、悪いとこでもあるよね。パソコン工房さんは、つくもさんと比べて会社の規模は違うんですけど、パソコンとかね、ユニットコムグループなんで、確か関西で一番大きいグループだよね。そうすると、やっぱり資本力が大きいので、大量ロット買いできるんですよね、各パーツを。そうすると、やっぱり安いものをロット買いしてコストパフォーマンスで勝負できるっていう一方で、つくもさんの場合って、そこまでの資本力、あったらごめん。ないんじゃないかなと思う。だからこそ個人で市販のパーツで組み合わすことによっていいものを作るっていう感じになってるんじゃないかなと思いますね。大手の BTO ショップってロット買いをしちゃうので途中で在庫切れたりとかの懸念もあるので、そういった理由から各パーツを表記できないっていうこともあるんですよね。途中でロットがなくなって在庫がなくなってしまうと違うパーツで流用したりするので、初めに書いてると、いや違うの入ってるじゃんっていう形になるからね。だから大量に法人とかはやっぱり扱ってる企業なので、なかなか表示しづらいっていう事情もあるんじゃないかなと思います。特に電源もそうだけど、でも SSD に関してはちょっと製品名書いといてほしいなっていうところもありますよね。キャッシュ入れの時のね、めちゃめちゃ低速モードとかもあるので、やっぱりここは結構つくもさん安心できる。ただ、つくもさんの弱点はやっぱりケースがダサいということですよね。いやもう本当全部クリエイターモデルのあれでいいんじゃないかなと思いました。黒がいいんだったらね、もうちょっと違うやつでもいいね。なんかあまりにも業務用っていう感じがあるので、なんだろう、なんか自分の感覚がちょっとずれてるのかな。さて、今回見積もった金額、19日までやっているらしいので、特にハイエンドモデルもそこまでね、かなり割高になっているということはありませんでしたので、もし探してる人ね、特に今回紹介したようなバチクソ高いやつね、スーパーハイエンドのクリエイターモデルね、欲しい人は買ってみてもいいんじゃないでしょうか。そして何よりも自作初心者、今まで自作をやったことないよとかね、あんまりなんか最近自作のパーツを情報を追ってなかったかわからなくなってきたっていう人は、ぜひともつくもさんのパーツ構成をパクって組み立ててください。ほぼいいパーツばっかりね、オプションとかで出してくれてますので、それらを参考にしてパクって、作るだけでいい自作パソコンがマジでできると思いました。ということで今日はいろいろね、ケースのデザイン以外はいいなっていうところがね、あったんで、正直に褒めてみました。できるだけ同じコースでめちゃくちゃ安いものを買おうってなると、パソコン工房さん、ドスパラさんのが、もしかしたらね、ちょっとやっぱりパーツの関係性でちょっと安くなったりとかもあるかもしれませんが、自作のプランと比較しても、作業代としてはそんなにつくもさんも変わりませんでしたので、長い間ね、パソコン使いたいからいいものが欲しいっていう人は、ぜひともつくもさんを買ってみてください。つくもさんも、他のね、BTO ショップと同じで、やはり延長保証がね、もしあったかな、ごめん、調べてなかったけど、さすがにあると思うんだけど、1年間保証ではやっぱりちょっと、しんどいなと思うので、各パーツのね、メーカー保証とね、変わらないか、それ以下になっちゃいますので、延長保証はもう絶対に、特に高いモデルをね、入ってた方がいいと思いますので、たとえ1万円超えしてたとしても、入るようにしてください。ということで、今日は、つくもさん、もともとね、なんか印象良かったメーカーさんなんですけど、見積もりしてみて、より好きになってしまいました。どうでしょうか。一度サイトの方ね、覗いてみてください。せっかくいい商品揃ってるので、つくもさんお願いします。もうちょっとサイトを見やすくだってね、改良してくれたらなと思います。では今日は以上でございます。また会いましょう。バイバイ。